ショアジギングを始めるために道具編というものを前回しましたが、今回は FG ノット編です。これが FG ノットです。PE ラインとリーダーこれはナイロンですけど、ナイロンラインを結び方ですね。 FG ノット、こっちが PE ライン、こっちが、リーダーナイロンラインです。前回これブリを釣った時と全く一緒のそのままの状態です。ブリを釣った時と一緒の状態です。これで釣り上げました。 PE が 1.55 ラインでリーダーが50ポンドなんですけど、これで一応ブリを釣り上げれたということで、8キロのブリを上げれたということで、ちょっとこの結び方を紹介していきます。この細いラインで説明しても多分難しいので、どういう風になってるのかを簡単に説明します。まずこの太い方のリーダーにこの PE ラインを編み込んでいってます。まずこっからこれをクロスさせて、下でまずクロス、ここでバッテン作られてますね。下でクロスして、今度上でまたクロスして、下でクロスして、上でクロスして、また下でクロスして、で上でクロスして、これを約10回ぐらい巻いていきます。でこれを編み込んだら、キュッと編み込んだと締めるんですけど、でこれだけだともちろんほどけるので、ここでこう結んでいきます。こんな感じでずっと進めていって、編み込んで抜けないっていう風にします。今回はちょっと分かりやすくするために60ポンドのリーダーに 1.55 の PE を巻きます。こんな状況は多分ないと思うんですけど、ちょっと太い方が分かりやすいんで。でまず編み込む時、人間手が2つしかないので、ちょっと工夫をしましょう。人差し指にある程度こう巻きつけますね。7回ぐらい、取れない程度だったらいいけど、人差し指に巻きつけて、次こう上を通して小指に巻きつけます。するとこうなりますね。でこの部分、ここをちょっと引っ張って出してやって、このくらい作って、ここにリーダーを編み込んでいきましょう。さっきの要領で、さっき説明したように編み込みます。リーダーをここに下からこう入れます。そしてここをちょっとつまんであげます。そしてこの手を、こっちの手を回転させて下にやります。入ってない。回転させて中を通す、回転させて中を通す、回転させて中に通す。これをずっと繰り返していきます。こういう風に回転させて通す、回転させて通す、回転させて通す。こうすると編み込みができていきます。これを10回ぐらいやりましょう。するとこうやって編み込まれていくんですけど、ちょっとこうなんて言うんだろう、こう隙間ができちゃうので、ここの部分をリーダーの余りを口で編んで、でこれをキュッとちょっと奥にしましょう。こう奥にキュッて口で噛んで、キュッてやったらこうやってまとまっていくんで、10回っていうのはこれで1回上行って回して、下行って回して、これで1回上行って回して、下行って回して、これで2回上行って回して、下行って回して、3回で、こうしたらどんどん短くなっていくので、ちょっとつまんで短くなってやりにくくなるので、ここの小指の結んでる部分もちょっとこう糸をポロって出してやって、人差し指もポロって出してやって、こう長くして、また下行って上行って1回、下行って上行って2回、こんな感じで10回口でキュッてやって、こうやってどんどん編み込まれていきます。でこれを、このままだったらもちろん外れるので、これを締め込んでいきます。こっちがもう
切れ端、いらない方ね、こっちが。でこのいらない方をここにずっとまた編み込んでいくというか、巻きつけていきます。この竿側につながってる PE もこういらない方のリーダーと一緒にします。いらない方のリーダーと竿の方の PE、 これを巻きつけていくんですけど、確かねこのやり方ハーフピッチっていうんだっけ、ハーフピッチって言ってあとここ長すぎてもやりにくいんで、ここある程度切りましょう。まあでも切りすぎても編み込めないから、どうだろう、15センチぐらい、この部分をやりやすいように15センチぐらいの長さにとりあえず切ります。このいらない方ですね。こう輪を作って輪ができます。これをここに2回巻きつけましょう。最初は1回、これで1回巻きつけた状態、これをもう1回巻きます。これで2回、わかる？ここに輪を作って、ここに1回2回巻きつけてる状態です。これでシューッと締めていきましょう。キュッと。でここでとりあえず編み込んだ部分は動かなくなります。キュッと。この PE の竿の方に行っている PE、 主線の部分ですね、使う方の PE ラインとこれ使う方のリーダー、使う方同士を引っ張ります。するとこれがギューッと締まっていきます。でこれを引っ張るとき、こっちの手 PE は手が切れるんで、これでギューッて引っ張ったらここがスパッと切れて血が出てくるとかあるんで、手袋とかなんか布を当ててやりましょう。で今はちょっと本気では引っ張らないけど、ここを引っ張っていくと締まっていきます。いきますせよっ、わかるかな、今締まったの。ギュッと締まります。そしたらね、ここにね光沢が出るんだ。ちょっとなんかね色が変わる感じになるんだ。キュッと締まって色が変わります。で色が変わったのを確認したら、ここからまたほどけないようにいろいろやっていきます。ほどけないようにどんどん結んでいきましょう。でまたこの状態、これ竿側に行っている PE と、これが必要な分のリーダーで、ここがいらない PE ですね。巻きやすくカットしたいらない PE、 これをどんどん巻いていきましょう。これもさっきと一緒でハーフピッチっていうのかな、この状態、輪を作って1回この線にくるっと巻きつけて、これを引っ張っていく。これで1回ギュッと。でこれも1回1回ね全部ギュッて引っ張ってギュッて引っ張ってってやっていった方が綺麗になるんで、でもう1回輪を作ってこの状態、これを引っ張っていってキュッと締める。これをね10回ほどやります。はい、ってことでできました。ちょうどこの白の部分が編み込んだ部分で、紫の部分がこのハーフピッチを10回繰り返した状態です。で実はここのね編み込んだ部分まではだいたい全員一緒のやり方なんだけど、こっから先が結構個性があって、まあ今のハーフピッチ10回っていうのも人によっては、さっきはこう輪を作ってハーフピッチして、で締めた後に今度こっち側に輪を作って締めて、こっち側に輪を作って締めてって、こう交互に輪を作って繰り返した方がいいっていう人の方が多いです。多分こっちの方がいいと思います。ただ僕は完全に個人的な気分なんですけど、このねハーフピッチにできるこのちょっとポコって出るやつが交互になったらなんか結び目が汚くなってあんまり好きじゃないから、このポコってなるのを全部こっち側に揃えたいから全部こっち側でやってます。でも多分交互の方が強度的にはいいんだと思います。こっから結構個性があるので、ただ僕のこのやり方でも8キロのブリが上がってるので、いろいろ調べるのがめんどくさい人はこのやり方でもいいんじゃないかな。でここまで来たら今度このリーダーのいらない部分を切りましょう。リーダーのいらない部分を切ります。パチッと切ります。そしてこれも
これで多分大丈夫なんだけど、まあこっから先もずっと PE と PE 同士をこうハーフピッチで編んでいきましょう。またさっきと全く一緒です。今度はリーダーと一緒にじゃなくて PE だけで、いる方の PE、いらない方の PE を編んでいきます。またやり方は一緒ですね。こうやって、輪を作って一回くるっと巻いたやつを引っ張ります。キューッとこれを、また10回ほど。ここの回数はね、別にそこまでこだわらなくていいかもしれない。俺もちょっと現地では何回やったか忘れて10回だったり5回ぐらいだったり20回ぐらいやったり、こんな感じでいろいろあるんで、あれこのリーダーからあとは5回ぐらいにやってるかな。でもサイトで調べた時は10回ぐらいって書いてあったんで、まあ一応10回キュッと。ごめんなさい、忘れてた。あとこの切った部分は炙った方がいいですね、ライターとかで。この切った先を炙ったらリーダーがくるって丸いのができるんで、外れにくくなるんで、PE 切った後とリーダー切った後、切った後はねライターで炙るのがやっぱり一番いいと思います。はい、これで10回ほど編み込んで完成です。最後にここのいらない部分をカットしてライターでシュッてやって終わりですね。ちょっとはい、これで編み込んだ後にいらない部分をカットして、そして最後にここをライターで炙りましょう。 PE の先を。でこれちょっとやりすぎちゃうといる部分まで燃やしちゃったりするので気をつけましょう。僕の場合は、炙りたい部分を爪から前に出して熱いのを我慢して手ごと炙ります。一瞬だったらそんな熱くないからピュッピュッてやって、そしたら毛がシュッてなくなっていったんで、これで完成です。おさらいをしましょう。こっからここまで白い部分、ここは編み込みました。クロスして上、クロスして下、クロスして上っていうのを10往復繰り返して編み込んでいきます。で編み込んだだけだったら、ほどけるので、ここからハーフピッチっていうのをリーダーと一緒に10回やります。そしてリーダーを切って今度は PE 同士でまた、5回から10回程度やります。すると完成です。もう一回、編み込みをここまで、リーダーと PE2 つ同時にハーフピッチを10回、そしてリーダーだけで10回、これで完成。ちょっとね難しすぎてね覚えれないと思うけど、1回やってみたら、1回とは言わないな、3回ぐらいやったら多分もう何も見ないでできるようになるんで、まずはやってみることですね。でこれはエギングとかブラックバス釣りとかでも何でも応用が効くんで、PE ラインとナイロンフロロを結ぶ時の結び方、引っ張れば引っ張るほど締め込まれていくので、ショアジギングで必須だと思います。これやらないと絶対に切られると思うので、前回ショアジギングを始めるために道具を紹介して、今回はこのリーダーの結び方を紹介しました。次回はキャスト編をする予定なので、ぜひそっちもチェックしてください。ありがとうございました。